時刻が午後6時半を過ぎた頃、マロリーさんは日課である庭のお手入れをしていました。すると、どこからか、と小さく可愛らしい子猫のような鳴き声を耳にしたのです。その鳴き声が気になったマロリーさんは、花や草の間、そしてバケツの裏や水道の影など、いろいろなところを覗いてみました。その間も小さな鳴き声はずっと聞こえてきます。けれど姿は見えません。そこでマロリーさんは思い切って子猫に声をかけてみることにしたのです。どこにいるの？お願いだから出てきて。すると庭木が少しだけ揺れたかと思うと、そこからひょっこりと一匹の子猫が顔を出したのです。これがマロリーさんと後にフランシスと名付けられる子猫との出会いでした。その後、小さな子猫は怖がることなくマロリーさんのもとへと歩み寄ってきます。子猫は私の足にぎゅっと抱きつくと、お腹すいたと言っているかのように何度も大きな鳴き声でアピールをしてきました。その様子がすごい勢いで、私は少々驚きましたが、子猫の愛らしい姿を見ていたら自然と笑顔になっていたんです。そして私は急いでキッチンに向かうと、お皿にご飯を乗せて子猫のところに戻りました。キッチンに向かうとき、子猫はとても悲しそうな声で泣いていましたが、戻ってきた私の姿を見ると、また駆け寄ってきてくれたんです。お皿を置くと、子猫は顔をご飯だらけにしながら、一生懸命食べていました。最初は、量が多いかな、と思っていたのですが、子猫は、あっという間にそれを完食。そして私は、お腹がいっぱいになった子猫を抱き上げ、そのまま家の中へと招待したんです。おそらく子猫は、ずっとご飯を食べれてなかったんだと思いました。そして一人ぼっちだったんです。マロリーさんはその後、子猫をお風呂に入れてあげました。子猫はお風呂がとても気持ちが良かったようで、洗われている間、ずっと身動き一つしなかったのです。そしてすっかりきれいになった子猫は、マロリーさんの膝の上に乗って嬉しそうに何回も喉を鳴らし始めました。そんな子猫にマロリーさんはフランシスという名前をプレゼントしたのです。こうして二人は同じ屋根の下で一緒に暮らし始めました。フランシスはマロリーさんからもらうご飯が大好きで、いつも嬉しそうに食べてくれたのです。そしてお腹がいっぱいになった後はお昼寝タイムです。初めての環境にやっと慣れてきたフランシスは、私の家を隅から隅まで冒険しました。そして見つけたお気に入りの寝床で、すやすやと眠るんです。ご飯を食べて寝るだけじゃなく、フランシスはちゃんと私のお手伝いをしてくれます。彼は買い物をしてくると、買い物袋や箱から荷物を取り出しておいてくれるんです。けれど、フランシスがいらないと思うものはポイッと捨ててしまいます。私はそんなフランシスがおかしくて愛おしくて、ついつい笑顔になってしまうんです。それから数ヶ月が過ぎた頃、二人の出会いからしばらく経ち、子猫だったフランシスは立派に大きくなることができました。マロリーさんとフランシスは今でもとっても仲良しです。お腹がペコペコだった子猫はマロリーさんと出会うことで、素敵な名前と美味しいご飯、そして快適な空間と幸せな時間を手に入れたのです。マロリーさんもフランシスというパートナーとの暮らしを満喫しています。そんな二人の幸せは始まったばかり。きっとこれからもこの幸せは
続いていくのでしょうね。